どうも、PDR さんです。バズがまたよろしくないことをしてニュースになっております。また？皆さん、一緒にせーの。わーびっくり。バズって本当に不祥事を起こしたり、クリエイターが辞めるときしかニュースにならないよね。なんか数年前の TNA みたいだね。その例え誰もわかんねえよ。どうせ無視すんだろ？無視するんだろ？ほらやれよ。ほら。はい、皆さんネオはご存知ですか？シャキーン。そう。PDR さんすごい詳しくないんですけど、バズ所属の YouTuber 兼 TikToker 兼ポップティーンモデルだということは知ってます。相棒昔木箱についての動画作ったよね。今する話じゃないですよね。すいません。そのネオが3週間ぐらい前から動画を投稿してないんですけど、事務所を辞めた。正確には辞めようとしてる。辞めようとしてる？ネオのお母さんが LINE ブログでこれについて書いてます。事実というタイトルで。見ていく前にこの記事に書いてあることは 100% 事実かどうかはわかりません。証拠とか何も出てないですし、これはあくまでネオのママの証言なのでご了承ください。少し前からバズには対処の意向を何度も伝えています。理由として、報酬内容の不当さ、パーセンテージの割合がめちゃくちゃ。YouTube 事務所あるあるですね。年間にして数千万円の YouTube 収益が出てても月に30万ほどしか報酬が渡されない月も存在しています。うわ、想像以上にひどい内容だな。ちょっと計算しましょう。30万円ほどしかもらえない月もあったと言ってたので、平均して月40万もらってたとしましょう。そうすると年間で480万円。で、数千万円の収益が出てるって言ったから、2000万円だったら 70%、75%、3000万円だったら 80%、4000万円だったら 90% バズがもらってることになります。YouTube のデスローレコーズかよ。案件に至っても契約書に何も記載されてないのに年間数千万円ほどのお金取られています。これ本当だったら数千万も取られてるんだから弁護士雇って訴えてそのお金を取り返すべきだと思います。またマネージャーさんの現場放棄、嫌がらせ行為、仕事放棄する上に嫌がらせ、やばすぎだろ。辞めるにあたり契約期間がいつまでかを伺ったとき、事実ではない日付を教えられたり、ネオはバズにとっていい金づるだから辞めさせたくないんでしょ？ネオママには申し訳ないんですけど、契約期間はネオママがちゃんと把握しておかないとダメだと思いますが、契約期間がいつまでなのかを嘘つくとか、マジでないわ。てか、法律的にどうなのこれ。YouTube のアカウントも取締役の渡辺さんや経営陣の方々に管理され、しばらくネオが触れない状況もありました。ここまで来るとネオのバズとの契約書が見てみたいですね。なんかものすごい細かい字で、バズのものはバズのもの。ネオのものはバズのものって書いてありそうじゃね？何度もお願いしてやっと帰ってきています。何度もお願いしないとチャンネル帰ってこないとか怖っ。後から聞いた内容で収益が見えないようにするためだと伺いました。そりゃトップクリエイターがみんな次々と辞めてくわな。森社長には現状を何度もお話ししてきています。改善すると言われ、その場のみの改善。これも YouTube 事務所あるあるですね。何より結んでいない記憶のない契約書が出てきています。私は書いていません。犯罪ではないかと感じる内容が存在します。それ本当だったら、はい、犯罪ですよね。じゃあもしバズがネオママに別のものだと言ってサインさせたらどうなんの？法律とか詳しくないけど、その辺なんかちょっとグレーゾーンっぽくない？だって本当にサインしちゃったら確認せずにサインした人が悪いってなるんじゃね？ネオという名前もバズの権利だと契約書に入っているため、契約満了まで動くことができないのではないかと心配です。これ読んだだけだと契約がいつまでなのかわからないですし、ネオという名前が契約が終わってもバズの所有物なのかどうかもちょっとはっきりしないんですけど、もしそうだとしたら、バズがひらがな表記のネオという名前を所有している場合だったら、英語とかカタカナとかネオとかなんかにすればいいんじゃないですかね。すべてを含み、弁護士さんに間に入ってもらい、契約解除をお願いしていきます。それが一番いいと思いますね。でも弁護士が入ってしまうと、結局どうなってしまったのかは表では話せなくなると思うんですけど、いい方向に行くことを祈ってます。ちなみにネオママのブログ結構はしょって読んだんで全部読みたい人は下にリンク貼っておきます。バズはこれに対してなんか反応とかしなかったの？誠に遺憾です。マジで？っていう冗談を言おうと思ってたんですけど、本日
母親が事実と異なる内容をブログに投稿したことは誠に遺憾です。うわー。そしてあとはいかにも弁護士に書いてもらった文章ですね。最後に、ネオみたいに未成年なのをいいことに、親が業界のことを何も知らないのをいいことに、クソみたいな契約書を書かせる音楽レーベル、芸能事務所、YouTube 事務所、この世にたくさんあるんで気をつけてください。もちろんどの事務所もサインする前は最初はすごい良くしたり、いろんなことを約束します。サインするまで優しくするみたいな。自分のチャンネル、自分のブランドは自分で守っていくしかないと思います。事務所が全て悪ではないと思います。もちろんいい事務所も存在すると思います。でも結局はクリエイターは事務所にとってお金を稼ぐためのツールなので、クリエイターの皆さん、未成年クリエイターの親の皆さん、契約書を書くとき一緒に事務所の人が見ていくと思います。説明していくと思います。でもその場でサインせず家に持ち帰ってしっかり自分で見てわからないことは調べて、もしくは弁護士やそれ系の契約書に詳しい人に見てもらうことをお勧めします。で、おかしいと思うところや変えてほしいところがあれば恐れずに指摘して事務所と話し合って自分が納得するまでサインしない方がいいと思います。なんかすげえ真面目な動画になりましたね。おまんちん。じゃあ。ここ1年100円以外の小銭を貯金箱に入れてたらこんなんになってしまいました。この中にいくら入ってると思いますか？知らねえよ、そんなことといえば。PDR さん T シャツ絶賛発売中です。メタル風ロゴとこっちにおいで T シャツの2種類がございます。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。この動画が面白いと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録もよろしく。はい。よかったらベルボタンを一回クリックして PDR さんの動画の充実たまりましょう。YouTube 回もめちゃくちゃでございますね。皆さんはこれについてどう思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。あと前回の動画とその前の動画はぜひチェックしてくださいよ。